けでもなく急ぐわけでもなく隙間を余白と言い聞かせ満ちたふりをする。皆さんこんにちは、はやです。今回は私が普段お散歩している場所をご紹介します。何気ない道を歩いていますが、その中にも美しい建物や有名な場所があります。私が普段目にしている東京の街をお楽しみください。ここは国宝の迎賓館赤坂離宮です。迎賓館は世界各国から国王、大統領、首相などの賓客をお迎えする国の迎賓施設です。先月も高市総理とアメリカのトランプ大統領がこちらで首脳会談を行っていました。一般公開の日には本館や庭園などを参観できます。自宅から遠くない場所にあるので、晴れた日にはよくお散歩に行きます。参観料金は庭園のみの場合は300円です。大学生以下は無料です。詳しくは概要欄に掲載しているリンク先をご覧ください。正門の近くにはカフェやお土産売り場もありますよ。ちなみに館内は撮影不可なのでご注意ください。続いてはある映画の聖地となっている場所です。皆さんはこの階段に見覚えはありますか？ここは映画「君の名は」のラストシーンで主人公たちが再会した場所のモデルになった階段です。映画公開から9年も経っていますが、現在でも多くのファンがこの場所を訪れています。そして映画のラストシーンを再現しながら、この階段で写真を撮ったりしています。そして階段の先には菅神社という神社があります。入り口には守護獣である狛犬がいます。少し顔が怖いですね。小さな神社ですが、とても美しいですよ。神社には年に数回行事があります。先日も酉の市が行われました。酉の市とは毎年11月に行われる開運や商売繁盛を願うお祭りです。酉の市の名物はこの色鮮やかな縁起熊手です。これには
福や運をかき集めるという意味があります。行事があるときは神社近くに看板が設置され、道には提灯が飾られます。いつもと違った雰囲気になり、お散歩していても楽しいです。続いては都庁周辺です。この近くに大きめの公園があるので、娘と公園で遊んだ後、時々都庁の展望室に行くこともあります。都庁の展望室は無料で入れますよ。住んでいる街を見下ろすのもたまにはいいですね。この辺りはビルが立ち並んでいますが、歩道も広くお散歩しやすいですよ。最後にご紹介するのはイチョウ並木です。明治神宮外苑のイチョウ並木はとても有名で、紅葉の時期は多くの人であふれています。ここは秋を感じられるお気に入りの場所です。娘とも毎年訪れていて、記念に写真を撮っています。東京の街をお散歩すると、都会も自然も感じられてとても楽しいです。特に春や秋は桜や紅葉を楽しめるのでおすすめです。東京に来たらぜひ街をゆっくり歩いてみてくださいね。場所、場所、道、道、建物、建物、国宝、国宝、世界、世界、国王、国王、大統領、大統領、首相、首相、本館、本館、庭園、庭園、自宅、自宅、大学生、大学生、正門、正門、館内、館内、映画、映画、階段、階段、
神社神社狛犬狛犬入り口入り口顔顔開運開運お祭りお祭り名物名物服服運運提灯提灯雰囲気雰囲気展望室展望室歩道歩道都会都会自然自然歩く歩くあるある行く行く取る取る願う願う飾る飾る違う違う遊ぶ遊ぶ見下ろす見下ろす迎える迎える訪れる訪れるあふれるあふれる散歩する散歩する参観する参観する注意する注意する再開する再開する再現する再現する何気ない何気ない美しい美しい小さい小さい怖い怖い広い広い有名だ有名だ色鮮やかだ色鮮やかだたまにはたまには時々時々ゆっくりゆっくり
道、世界、大学生、私は大学生です。映画、私は映画を見ます。顔、雰囲気、ここはいい雰囲気だね。歩く、一緒に歩きませんか？行く、遊ぶ、小さい、アリは小さいです。有名だ、もっとゆっくり話してください。